ベーションの保ち方。じゃーん。皆さんこんにちは、あまねです。今日はチャンネル登録30万人ありがとうございますということで、久しぶりにダイエットルーティンを撮ってみました。なんか最近やる気でやんなとか、痩せたいけど何からしたらいいんやろうとか、人によってダイエットの悩みはそれぞれだと思うんですけど、この動画が少しでも誰かの参考になったりモチベにつながったら嬉しいです。今から紹介することを1ヶ月、最低1ヶ月続けたら絶対に変わるので、1週間とかで結果が出なくてもちょっと私は信じたい。本当にやってみてください。絶対に変わるので、よかったら最後まで見ていってください。それではスタート。まず水も、これはド定番なんですけど、これの目的は体重をね落とすっていうよりは、体の中のいらんもんを外に出して、その結果として痩せるみたいなイメージです。最近はねもう1日に2から 2.5 リットルぐらい普通に飲めるんですけど、最初は 1.5 から始めました。ヨーグルト、このパルテノはねオイコスと違って大きいサイズがあるんですよ。それもいいし、結構ね最初食べた時あんま味の美味しさ分かんなかったんですけど、最近オイコスより好きかもしれんっていう結構こってりしたヨーグルトです。で、水飲む時に注意するポイントとしては2つあって、まず温度。これはもう体を冷やすと本当に良くないので、水はできるだけ常温を飲むようにします。もっといいのは左右とかやけど、それはちょっと私も無理なので常温の水を飲むようにしてます。あともう一つ注意するポイントとしては、寝る前に水を飲みすぎると太りはしないんですけど、次の日のむくみにつながるので太って見えるから、寝る前はコップ1杯ぐらいがおすすめです。で、水飲むってダイエットにもいいんですけど、ほんまに肌がめっちゃ調子良くなる。ほんまに全然違うから、肌のためにも飲むと思って飲んだら結構飲める気がします。次は運動です。もうほんまに健康的に痩せようと思ったら、正直もう運動は欠かせないかなと思います。私はだいたいジムに行くことが多かったんですけど、行けない時とかはこうやって家でやったりしてました。何をしてたかっていうのを具体的に話すと、家の時は筋トレを30分ぐらいやってました。で、ジムに行った時は20分筋トレして20分歩いて、最後10分走って最後ストレッチみたいな感じで、だいたい1時間ぐらいジムに行くようにしてました。で、頻度はほんまにバラバラなんですけど、この6キロ痩せた間はだいたい平均したら週に4から5ぐらいやってたかなって感じです。で、私がジムに行き始めたのもやっぱ最初筋トレだけしてたんですけど、筋トレだけしてても結構限界あるなって思ったので、有酸素運動がしたくて私はジムに通い始めました。結構ね、そこら辺の街歩くとかもいいんですけど、なんか全然やる気が出ないので、ジムやったらね YouTube 見たりいろいろしながらできるから、私は結構ジムをおすすめします。24時間空いてるところが結構おすすめです。よいしょ。熱っ。何でもそうなんですけど、運動とか筋トレは特にほんまに続けることが大事なので、自分のできることから始めて、だんだん時間増やしていったり、やる筋トレ増やしていったり、頻度を増やすのがいいかなと思います。私もね、最初ほんまに多分女の子は特にだと思うんですけども、筋肉がなさすぎて、そもそものYouTube とか見ててもそもそもそんな風に足上げたらできやんないけどって感じやったんですけど、ほんまにね、ちょっとずつ続けてたらもう絶対できるようになるから、もう何事も継続は力なりなので、ほんまに筋トレは継続が大事かなと思います。このね、インスタで質問箱を募集した時に足痩せに一番効くの何ですかっていう質問がめっちゃ多かったんですよ。で、私もそんなめちゃめちゃに細いっていうわけじゃないからあれなんですけど、やっぱ部分痩せっていうのは難しいから、全体的に痩せたら足も自然と痩せるって感じではあるんですけど、太ももを引き締めたいとかふくらはぎ引き締めたいとかだったら、ほんまにやっぱ部分的な筋トレが私はキュッて
見た目がね引き締まるなって感じがします。まあね、なんやろ、筋トレとかはほんまにね1週間とかで結果が出るものじゃないからやめたくなるのもめっちゃわかるんですけど、めちゃめちゃわかる。もうなんか変わってんのって思うのもわかるんですけど、最低1ヶ月、何でもいいから1ヶ月続けたらほんまに変わるから、まあ、だから今から始めたらクリスマスとか年越し、あとは成人式とかにはもう絶対ね変わってると思うので、ちょっと私も今日から頑張るので、皆様一緒に頑張りましょう。もち麦、これを1個足します。普通のご飯とねこれを混ぜてます。このもち麦は糖質が低いとかいうわけじゃないんですけど、食物繊維がいっぱい入ってるからね、便秘の方とかはいいと思う。で、なんかこれ関係あるかわかんないんですけど、この使ってるロカボの炊飯器に低糖質モードっていうのがあって、一応それをいつも使ってます。豆腐ハンバーグとスープを作ります。私がご飯面で気をつけてたのは、ご飯を食べるならお昼ご飯にしてタンパク質をちゃんと摂るように意識してました。タンパク質ってね、ささみとか卵とか魚とかそういうものに入ってるんですけど、1日に必要なタンパク質の量って案外ほんまに取れてないんですよ、ちゃんとね。で、私がいつも食べてるオイコス1個とかでも全然足りやんし、意識しないと案外取れないものだから、私は結構ね、タンパク質はね結構今もずっと意識してます。私この動画を作る前にみんなにね、インスタのストーリーでダイエットについて知りたいことを教えてくださいみたいな感じでダイエット系の質問を募集したんですよ。じゃあもうそこでもそうやし、いつもそうなんやけども、その中で圧倒的に多いのが、モチベーションどうやって保ってますかなんですよ。もう圧倒的に多い、ほんまにもうめちゃめちゃ多くて、私もねちょっと前、ほんまにここ最近までもうお菓子食べまくりみたいな感じで、もうモチベーションゼロみたいな感じだったんですけど、それについてなんやろなって考えたんですよ。まあ例えば憧れのスタイルの人を見たり、可愛い人見たり、モチベーション保つこともあれば、体重を記録して数字がね落ちていくのを見てモチベーションを保ってる時もあったし、この日のために痩せたいっていう1ヶ月後とか未来のイベントごとのためにそれをモチベーションにね頑張ってた時もあるし、なんやろ、その時々によってモチベーションってほんまに色々なんですよ。けどほんまに上がらん時ってあるやん。もうそんなんもう全部無理です、もうダイエットできませんみたいな。私もそうなんですけど、痩せてもなんもないしみたいな感じにねなった時ってもうね無理やってなるんですけど、そういうモチベーションがほんまに上がらん時ってあんまモチベーションについて考えすぎん方がいいなって思います。痩せたいって痩せるためにやるっていうより、水飲んだりそういう動いたりもなんか健康のためにやってると思えば私はできるんですよね、割と。なんやろな、あんま痩せるってダイエット脳になりすぎたらそれこそあんま続かん気がする。でね、食事制限とかもあると思うんですけど、私もねしたことあるから分かるんですけど、やっぱ2週間とか1ヶ月で痩せた体ってもうそれこそ1ヶ月とか2週間で元に戻るんですよね。短期間努力して手に入れた体ってもう短期間で戻るから、ほんまに。やっぱ長期的にこうダーッと努力してちゃんと食べてちゃんと動いて痩せるのがいいと思います。やっぱ痩せても心が健康じゃないと本当に意味がないのだから、みんなあんまり無理せず自分のできる範囲から何事もね始めるのがいいかなと思います。次、間食なんですけど、私ほんまにお菓子とか大好きなんですけど、ダイエット中はお菓子はほんまにできるだけ食べないようにしてました。
けどね、どうしても甘いもん食べたくなる時ってあると思うんですよ。私も家で編集してたりしたらもう大体もうめっちゃチョコレートとか食べたくなったりするんですけど、そういう時はカカオ70人のチョコレートだったり、薬局に低糖質のお菓子とか売ってたりするから、そういうのを食べたりしてました。あとはタンパク質取るためにダイエット中はプロテインを飲んでて、筋トレとかした後に飲むのが一番いいんですけど、それ以外にね、お腹満たしたい時とかも私は飲んでました。ダイエットしてる時この鍋キューブシリーズめっちゃおすすめです。こんな感じでね、鍋の味の素なんやけど、これいろんな種類売ってて、これを鍋に入れるだけで味付けできるから、このシリーズめっちゃおすすめ。じゃーん、団子巾着。じゃーん、完成。この日もね、おでんで練り物あったりするんですけど、できるだけ炭水化物を全く取らないっていうより、食べ過ぎないように1週間で調節してました。カロリーだけ気にしがちなんですけど、タンパク質、脂質、炭水化物のこの3つのバランスもめっちゃ大事だと思います。夜ご飯はだいたい寝る前の、特に決めてないんですけど、6時間ぐらい前には食べ終わってます。で、私は自炊が多いですね。なんかあんまコンビニのお弁当とか、ウーバーイーツとかはあんまりしやんかも。それは絶対関係ある気がする。あと鍋もそうやし、汁物もそうやけど、余ったら次の日に食べるとかしたらいいかなと思います。次で最後になるんですけど、最後は半身浴をすることです。半身浴するとね、体の基礎代謝が高くなるので、長く使った方がいいのはね、もちろんなんですけど、そんな時間ないわって人でも短時間でもいいから毎日浸かることが大事かなと思います。私は浸かる時間全然決めてなくて、10分とかで出ちゃう時もあれば1時間半ぐらい使ってる時もあります。っていうのも、半身浴はね、とにかく継続が大事なので、特に時間とかルールは決めずにやってます。で、顔カサカサになったら意味ないから、こういうミスト系をね、振りまくってます。はい、こんな感じでダイエットルーティン最新版を撮ってみたんですけど、この動画が少しでも誰かの参考になったり、モチベーションにつながるきっかけになったら嬉しいです。ダイエットモチベが消えかけたらまたこの動画を見に来てください。最後まで見てくれてありがとうございました。そしてチャンネル登録30万人突破本当にありがとうございます。ここで止まらずに、これからも変わらずダイエットのことだったり、何気ない日常を皆さんに届けられたらいいなと思います。そしてもしこの動画をきっかけに私を見つけてくれた方がいたら、チャンネル登録もぜひ待ってます。最後まで見てくれてありがとうございました。それでは皆さん、ゆるく一緒にこれからも頑張りましょう。おやすみなさい。